どうも、パスタ研究所たつあんチャンネルです。今日は旬の新鮮なブロッコリーを使ったソースがとても美味しいレシピの紹介です。しかもワンパンで楽に作れちゃいますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずは切る前にブロッコリーを洗います。砂やホコリ、虫も中に入っていることもあるので、水の中でふるって洗います。カットする前に洗うことによってまな板の上を清潔にできるので、ぜひ軽く一回洗ってからカットしましょう。今回使う分量なんですけれども、1人前なので3房程度あれば十分です。余ったブロッコリーは新聞紙やラップにくるんで冷蔵庫で保管します。ばらせたらもう一度流水でしっかり洗って、それからカットします。今回使う材料の紹介です。ブロッコリー3房、ニンニク1かけら、唐辛子少々、塩、オリーブオイル、粉チーズ、そしてサバ缶です。先ほど洗ったブロッコリーを3、4分割していきます。この後ブロッコリーを細かく切るので、細長く縦にカットします。軸の部分は後で細かく切りやすいように包丁を入れておきます。だいたい5ミリ間隔程度で大丈夫です。こんな感じでざっくりで大丈夫です。包丁を入れたこの軸の部分は意識的に少し細かく切りましょう。房の部分は火が通りやすいので、ある程度細かく切れれば大丈夫です。今回は食感ではなく、ブロッコリーの旨味をいかにソースに溶け込ませてソースにするかがポイントです。ニンニクはしっかりとみじん切りにします。できるだけソースにパンチを効かせたいので、細かいみじん切りにカットします。皮が剥けたら半割りにして芯は取りましょう。ニンニクの芯は焦げやすいので、ソースに雑味が出ないようにしっかりと取ります。芯が取れたら縦に包丁を入れて、できるだけ細かく包丁を入れるとみじん切り細かくしやすいので、頑張って細かく入れてみてください。縦に入れたら今度横方向にも包丁を入れてカットします。刻む時も包丁の先を使ってスライドさせてしっかりとカットします。細かく刻めたら包丁の出番は以上です。それではアーリオオーリオしていきます。冷たいフライパンに先ほど刻んだニンニクのみじん切りを入れて、オリーブオイルを大さじ約1杯半程度入れます。火は弱火でじっくりと炒めます。初めは中火で炒めても大丈夫ですけども、油の温度が上がってしまうと一気に焦げてしまうので、気をつけて慎重に炒めます。少し強すぎるかなと思ったら熱源からフライパンを離しましょう。ニンニクがふつふつとして色づいてきたら、先ほどのブロッコリーを投入します。アーリオオーリオしたニンニク油をブロッコリーに絡めます。炒めることによって香ばしい旨味が生まれます。ブロッコリーに塩を3つまみ程度かけます。余分な水分を飛ばして旨味を引き出していきましょう。ブロッコリーに軽く火が通ってきたら、ここで唐辛子を入れます。続いてサバ缶をここで入れます。
サバ缶を入れることによってソースに深みが出ます。サバ缶はあくまでソースの調味料なので 20g 程度にしてください。入れすぎてしまうと生臭さが出てしまいますので入れすぎ注意です。あくまでも主役のブロッコリーの引き立て役ですね。アンチョビやアンチョビペーストでも代用可能です。塩味が強いので隠し味程度に入れましょう。普段皆さんはブロッコリーどのような食べ方しますか？美味しい食べ方があったらコメント欄で教えてください。しっかりと炒めて旨味を引き出していきます。よく炒まったらお水を 500ml 入れます。お湯を使うと時間短縮できます。沸かすために火加減を強火にします。今回使用したパスタはバリラの 1.8mm 9分茹でのものです。ご家庭にあるだいたい 1.8mm 程度のパスタで大丈夫です。沸騰したお湯にパスタが沈んだら表記の時間茹でます。ワンパンパスタを茹でるとき、表記の時間煮込んでも茹ですぎてしまうことはそうそうないので、まずは表記の時間茹でましょう。仕上がり時に硬ければお水を少し足して煮込めば OK です。火加減は弱火にします。あまりグツグツと煮込まず、動画のようにふつふつとしているぐらいがちょうどいいです。茹で始めはしっかりとさばきましょう。くっついたり絡まったりしてしまいますので、初めのうちは気を使ってさばきます。残り5分でこのような感じですかね。水分も少し少なくなって茹だってきた感じがしますね。3分を切ったところでだいぶ茹だってきました。まだでも麺は硬いです。アルデンテの少し手前といった感じでしょうかね。残り1分なんですけども、この時点で茹で湯が多い場合は少し火力を強めます。今回はちょうどいいのでそのままいきます。ここで硬さと味見ですね。少しまだアルデンテの手前だったので、お水をちょっと足して1分で仕上げていきます。汁気もほとんど飛んでちょうどいい状態になりました。塩加減はこの後チーズが入るので少し物足りない程度で大丈夫です。粉チーズを約 5g、オリーブオイルを小さじ1杯程度入れて味を整えます。よく混ぜてソースとパスタが絡んだら完成です。ワンパン特有のもっちり感がよーく出てると思います。それではお皿に盛り付けましょう。ブロッコリーの旨味の詰まった濃厚さがソースに現れてますよね。盛り付けたら追いオリーブオイルと追いチーズでブロッコリーパスタの完成です。それではいただきます。このパスタ
ブロッコリーに火入れをとことんすることによって、旨味、甘み、ホクホク感がとっても芳醇なんです。なんと言ってもワンパンパスタのもっちり感にもうぴったりです。歯触りを残したボイルのブロッコリーも美味しいですけれども、クタクタになるまで煮込んだこのソースのブロッコリー、ハマりそうですね。ぜひ動画を参考に皆さんも作ってみてください。最後までご視聴していただきありがとうございます。動画が気に入りましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。パスタ研究所達案では様々なパスタのレシピ紹介しますので、通知をオンにして次の動画をお待ちください。では次回また別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。